お疲れ様です。兵庫県知事の斉藤元彦です。皆さんこんにちは、ずんだもんです。どうも、投資のお姉さんよ。さっきのイケてない自販機は何なのだ？さっきの自販機は兵庫県の高校に設置している自販機よ。斉藤兵庫県知事が話しかけてくれるのよ。意味がわからないのだ。そういえば最近、兵庫県知事が炎上しているのだ。そうそう、やらかしちゃったわね。ずんだもん、知ってる？神戸牛を食べるのにフォークとナイフ使わずに手で食べようとしたくらいのインパクトよ。そんなにすごいことになってるのだ。でもね、もっとやばいのはその後の言い訳大会よ。おねだり疑惑とかパワハラ騒動とか、まるで悪い投資先のオンパレードみたいになってるの。こんなのじゃ兵庫県の未来は暗いわね。それ、まるで破産寸前の会社みたいなのだ。兵庫県知事の失敗からどうやって投資に生かせるのか教えてほしいのだ。任せて。今回は FP が教える。斉藤元彦第53代兵庫県知事の失敗から学ぶ。今すぐやめろシンニーさについてガツンと解説していくわよ。いろいろ教えてほしいのだ。それじゃあ始めるわよ。ゆっくりしていってね。さて、まず押さえておきたいのはリスク管理の徹底よ。これがどれだけ大事なことなのか、斉藤知事の失敗から学べることが山ほどあるの。リスク管理って聞くとなんだか難しそうに感じるのだ。確かにリスク管理って聞くとなんかエリートっぽくてかっこいいけどね、実は結構シンプルなのよ。例えば斉藤知事が秘密は絶対バレないって思い込んでたみたいなこと、これは完全にアウト。秘密がバレるってかなりヤバいことなのだ。そりゃそうよ。投資でも同じよ。絶対この株は上がるって思い込んで全部突っ込んだらたちまち大炎上ってことになるわけよ。それを防ぐためにまずはリスクを認識するのが大事なの。リスクって具体的に何をどう認識するのだ？いい質問ね、ずんだもん。まずは投資先の会社がちゃんと利益を出してるかとか、過去にトラブルがなかったかを確認するの。これを怠ると斉藤知事みたいにそんなことも知らなかったのってみんなに言われる羽目になるわよ。それは避けたいのだ。じゃあ投資先を分けておくのがいいってことなのだ。そうそう、それが分散投資ってやつよ。バイキングでカレーだけじゃなくて唐揚げやお寿司を少しずつ取っておけば、カレーがまずくても他で楽しめるでしょ。だから複数の資産に分けて投資しておけば一つがこけても大惨事にはならないのよ。カレーをまずく作るのは難しいのだ。じゃあ知事もいろんなところに秘密を分散しておけばよかったのだ。あはは、それはちょっと違うけどある意味正解ね。でも実際のリスク管理はもっと賢くやるべきよ。例えばヘッジって方法があって、これは投資の失敗をカバーするための保険みたいなものなの。保険？投資にも保険があるのか？そうよ。例えば株価が下がった時に利益が出るような仕組みを入れておけば、万が一の時でもダメージを最小限に抑えられるの。知事ももっと先を見据えて動いていればこんなに炎上することはなかったのにね。僕も最悪のシナリオを想定しておくのだ。でもお姉さん、最悪のシナリオってどんな感じなのだ？それはね、例えば突然市場が大暴落したり投資先が倒産したりすることを想定するのよ。知事の場合だと嘘800と言い放ったにもかかわらず後にバレて大炎上することを考えておくべきだったのに、そうしなかったから大変なことになったのよ。確かにそれは怖いのだ。僕もリスク管理をしっかりするのだ。その息をずんだもん。斉藤知事の失敗から私たちもしっかり学んでいきましょう。ありがとうお姉さん。僕もこれからは賢くリスク管理して投資するのだ。さて次に重要なのは透明性と情報開示よ。これがなかったらどんな投資もただのギャンブルよ。斉藤知事の件でも情報の開示が足りなかったから大騒ぎになっちゃったのよね。情報を隠すとやっぱり良くないことになるのだ。そうなのよ。情報を隠すと
あっという間に信頼を失っちゃうの。投資でも同じよ。会社が何をしてるかわからなかったら怖くてお金なんて出せないでしょ。隠し事されるとなんか裏があるんじゃないかって疑っちゃうのだ。その通りよ。だからこそ投資先の企業がどれだけオープンかが大事なの。財務状況や経営方針がちゃんと見えるようにしてる企業は安心して投資できるわけよ。斉藤知事も正しく情報開示してればここまで炎上しなかったかもしれないわね。でも具体的にどうやって透明性を確認するのだ？まずは企業の決算報告書をチェックするのが基本よ。これはその企業の成績表みたいなものでどれだけ稼いでるか、どんな問題があったかが全部書いてあるの。読むのがちょっと難しいけど慣れれば投資の判断材料としては最高よ。ふむふむ、成績表みたいなもんだね。でも成績が悪かったらどうするのだ？もし成績が悪いなら何が原因かを調べるの。原因が一時的なものなら逆にチャンスかもしれないし、ずっと続いている問題なら避けた方が無難ね。成績だけじゃなくてその裏側も見るってことなのだね。その通りよ。企業の透明性が高ければこういった情報が簡単に手に入るの。それに加えてその企業がしっかりしたガバナンス、つまり内部の管理体制を持っているかどうかもチェックするのが大切なのよ。ガバナンスって何なのだ？ちょっと難しいのだ。ガバナンスっていうのは会社の中でのルールや管理体制のことよ。しっかりしたルールがないとどんなに透明性があっても最終的には混乱しちゃうの。斉藤知事の件ももっとしっかりしたガバナンスがあればこうはならなかったかもしれないわね。なるほど。じゃあガバナンスがしっかりしてるかどうかを見ておけば安心なんだね。その通り。企業がしっかりしたガバナンスを持っていれば安心して投資できるわね。透明性とガバナンス、この2つが揃った企業に投資すればリスクをかなり減らせるのよ。ありがとうお姉さん。これで僕も賢く透明性とガバナンスをチェックして投資できるのだ。というわけで今回は兵庫県知事斉藤元彦氏の失敗と投資を絡めた内容についてお届けしました。どうだった？ずんだもん。今日はいろいろと学べたんじゃない？斉藤知事の失敗を通して僕も投資でやっちゃダメなことがいっぱい分かったのだ。特にズルしちゃダメってこと。そうよ。ズルはいつかバレるしリスク管理を甘く見ちゃダメなの。知事もそのあたりをちゃんと理解していればあんなに大変なことにならなかったかもね。これからは僕もちゃんとリスク管理して透明性があって倫理的な投資を心がけるのだ。それが賢い投資家への第一歩よ。投資はお金を増やすだけじゃなくてちゃんとした企業を応援することでもあるんだから誠実にやらなきゃね。僕も誠実な投資家になるのだ。みんなも僕たちと一緒に賢く投資していこう。それじゃあ今日はこの辺りでおしまいにしましょうか。はい、それじゃ皆さんご視聴ありがとうございました。